つもご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーで購入した塗り絵の本の紹介です。ページ数は少ないですが、紙質が割と厚めで、水性の画材を使用しても大丈夫でした。水性マーカーで塗ると少し筋が入りますが、水彩絵の具を使っても裏写りしません。イラストは複雑すぎず、甘口すぎず、私の好みでした。こちらは動物一般編です。こちらは愉快な世界編です。今回塗ったのはこちらの本のページです。私の大好物、お化けのページを塗っていきます。まず、スタンプインクで発光している部分に当たりをつけます。スタンプインクはぼかし表現に適しています。はじめに光る場所を塗っておくと、後で色鉛筆でぼかしを塗るのが楽になります。大雑把でいいので、光が当たる部分も塗っておきます。スタンプインクで下塗りします。後で色鉛筆で塗るので、丁寧じゃなくて大丈夫です。今回は黄色の缶のトンボ色鉛筆をメインで使用します。この色鉛筆は発色は大して役はないですが、重ね塗りが上手にできるので、納得のいく濃さになるまで何度もいろんな色を重ね塗りしていきます。ところで、皆さんは色鉛筆で塗るとき、紙の白い部分が全く残らないようにきっちりと塗りつぶしたいタイプですか？それとも色鉛筆らしいタッチが出したいので、あえて紙の目を塗りつぶさないタイプですか？私は結構しっかり塗りつぶしたい派です。色を伸ばすのにソルベントも使いますが、紙の目を塗るのに一番いいのはやはり尖った芯で塗る方法だと思います。かといってポリクロモスなどの高級色鉛筆をしょっちゅう削るのは貧乏症の私はもったいなくてできません。その点、お手頃価格のトンボ色鉛筆なら躊躇しないで削れます。だから、この色鉛筆が大好き。塗るのに疲れたので、背景の夜空は手早く塗れる水彩色鉛筆で塗ることにしました。色鉛筆塗りはこれで一応終了です。この部分、後ろに建物があるのに間違って柵の間に背景色を塗ってしまいました。でも面倒くさいから修正はしない。なんだかメリハリがないので、これから黒い線と白い線を書き込んでいきます。黒い線に使用するのはこれ、ステッダラー、マルス、ルモグラフ、ブラックの 8B。 これは鉛筆みたいにテカらないし、木炭みたいに粉が出ず、とっても真っ黒の線が描けます。油性色鉛筆の上に重ね書きしても弾かれてしまうことはないです。ディティールを書き消してお化け屋敷をもっとくたびれた感じにします。
リジナルイラストに比べて、随分廃屋っぽくなりました。白インクで線を書き足します。これで完成です。人玉は色鉛筆塗りの上にキラキラする水彩絵の具を重ねています。ご視聴ありがとうございました。